皆様、こんにちは。リーダーシップ道場のナビゲーターを務めるピーターです。今日はなんと、このリーダーシップ道場の記念すべきエピソード1になります。そもそもリーダーシップ道場とは何かということを、私の原体験をもとに皆様と共有をしたいと思います。映像をご覧いただける方は、ちょっとこのマップを見ていただきたいと思うんですが、ポッドキャストで聞く方にもちょっとわかるような形で説明をしたいと思います。リーダーシップ道場は私たちが生きる4つの場から構成されています。人生の中で必ず経験する4つの場というふうに捉えていますが、1つ目は心である心、心ですね。2つ目は体、これを体と呼んでいます。3つ目は人間関係、チーム、組織、これを人間関係、人間の間で表現しています。そして4つ目の場は社会や世界という公、公の場になります。この心、体、感、公。この4つの場は我々が実践を通じて己を磨き、そしてある意味リーダーシップを磨く、そんなフィールドであるというふうに捉えています。なぜこのような4つの場があり、それがリーダーシップとどうつながるかということを、今回のエピソード1とエピソード2で私の3つの原体験をもとにお話をしたいと思います。まず最初の原体験は、私たちの心と体、要するに己に関わる、自分自身に関わる原体験から始まっています。私は長年日本で勤めております。そのほとんどは社会起業家として、ベンチャー企業を立ち上げたり、資金調達に奔走したりする、そんな仕事をしてきました。常に社会変革をどうするんだということで走り回っていた人間ですが、自分のストレスにも気づかず、常にもっと強くならなきゃ、もっとやらなきゃというふうに、思って多分活動していたと思います。そんな時、2005年の大晦日だったんですが、寒い中、やっぱり体を鍛えなきゃということで、ジョギングをしていた時に、公園のアスレチックで腕立て伏せをしていたわけですが、その時に、後頭部の右上の方でパチッと音がした感じがしてですね。その時はちょっと痛みがあるなと思って気にはしませんでしたが、翌日の元旦です。2006年元旦に、やっぱり右後頭部に痛みが生じておりました。結局は、頭蓋骨を固定する8つの靭帯の中の1つを多分損傷してしまったわけですが、それが発端で、なんとありとあらゆる神経症状が始まりました。おそらくこの重い頭蓋骨が首の上で少し動いたんでしょうけれども、後頭神経痛、足に続く神経痛、座骨神経痛、それが徐々に平行感覚の乱れ、呼吸困難、不整脈、もちろん、不眠症にもなりますし、非常に辛い、肉体的な症状に見舞われてしまいました。それまで全く健康だった私はいきなり病のトンネルに放り込まれた、そんな感じでした。そしてこんなものは2、3ヶ月で治るかなと思ったら、なんと全部で9年続きました。完全に治ったと言えるのは2014年でしたから、9年間の体調不良と対峙することになりました。で、自分が作った会社も結局辞めざるを得ず、隠居をし、森の中で生活をして、もうひたすら自分の体と対峙する、自分の健康を考える、そんな日々を過ごすようになっていきました。ここで私が学んだことはいくつかあります。まず、いくら世界を変えたくても、いくら思いが強くても、自分の体、自分の健康を大切にしなければ何も成就しない。何も実現できないということです。そしてじゃあ体とどう付き合えばいいか。それまでずっと外なる世界を見ていた自分が、どうやってこの体を構成している細胞たちと付き合えばいいか。どんなものを食べればよいか。どのようにその不調になった自分を取り戻していけばいいか。これをとことん追求する。特に2007年から2013年の7年間を、それに費やした期間がありました。そこから、このリーダーシップ道場で取り上げる体。体のフィールドでの実践が多種多様な形で生まれました。これをぜひリーダーシップ道場の中で皆様と共有をしていきたいと思います。そしてこれだけ苦しい経験をすると、もちろん内面、自分の精神性もいろいろ見つめ直すきっかけになります。この後、
エピソード2でも話をしますけれども、内面や精神性ではこの肉体的な不調だけではなくて、他にも様々な辛い体験を実はしました。それがきっかけとなって、己をどう律し、どうやって、この崩れた、気持ちを立て直すのかとか、どうやって起きることに対処していくのか、自分として健全な強さを内面も含めてどう作っていくかということを学ばせていただきました。ですからこの体調不良に、が発端となって、私は体のフィールドと心のフィールドの2つについて深く学ばせていただきました。で、お話ししましたように全部で治るまで9年かかりましたので、もちろんたくさん病院にも通いましたし、最終的にはただし自分で治すんだと。体も自分で治す。そして自分の心も自分でちゃんとコントロールするということ。いろいろなテクニックや、哲学といったものを習得しながら、徐々に身につけさせていただきました。そこには多分、多くの方にとっても価値のあるものが含まれているのではないかなというふうに思っております。それをこのリーダーシップ道場の中で少しずつテクニックを含めて紹介をしていこうと思っております。まずは己の2つのフィールド、身体、心と体についてでした。このリーダーシップ道場は、Apple Podcast や Spotify、そして YouTube でも配信しております。ぜひこれからご一緒いただければと思います。で、このリーダーシップ道場は世界の若手リーダーを応援する、そんなつながりもあります。私が経営する NPO 法人が世界各地で20代、30代の若手リーダーを育成していますが、もしもこの応援にもご関心があれば概要欄をぜひご覧いただきたいと思います。はい、それではエピソード1はここで終わりたいと思います。また次のエピソードでお会いしたいと思います。